皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、間もなく続々と問題が噴出することが確実となっているマンション、集合住宅の老朽化に伴う修繕の問題や建て替え問題についての情報をシェアしていきたいと思います。マンションに住んでいる方、マンション購入を検討している方が漠然と抱いている疑問や不安について考えるきっかけにしてもらえればと思い動画を作成しました。今回も不動産、特にマンションについての情報を集めていく中で、気になったところを深掘りしてみると、とんでもない問題が起きることを知ることになりましたが、それと同時にもし今回取り上げる問題について知らない人がいるとしたら本当に恐ろしいことだと思いました。今回取り上げるマンションや集合住宅についての情報は、今後間違いなく私たちが向き合わなくてはならない問題です。おそらくそれは遠い未来ではなく、あと数年で起きることになるかもしれません。ということでこの動画は、1、そもそもマンションの歴史とは、2、マンションを購入した人で最悪なケースとは、3、今後はどんな世の中になっていくのか、という流れで話を進めていきたいと思います。今回取り上げるテーマは、現在マンションや集合住宅に住んでいない方にとっても人事ではない問題となります。統計によると日本人の10人に1人が分譲マンションに住んでいるといいますから、その方たちの何割かに最悪な事態が起きた場合、社会問題になっていくと思いますし、その影響は日本全体にも及ぶと思います。かといって、もはやその心配されている状況を避けることができないという事実も認識しなければいけないと思います。つまり全ての人が備えなければならないということです。この動画が、現在マンション住まいをしている方、これから購入を検討している方、そして社会問題となった時に被害を被らないための対策を考えたい方にとって参考になればと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、今回もマンション、集合住宅についての話題となりますが、この問題の大きさは相当なものだと思います。冒頭でも述べた通り、今回取り上げる問題というのはもはや避けることができない問題です。それは何かと言いますと、マンションという建造物の寿命についてです。なので避けては通れない問題ということになります。このマンションという建造物の寿命に関して言うと諸説ありますが、100年は大丈夫という見方もあります。ただし、建物の老朽化を防ぐためのメンテナンスを定期的に行った場合という条件付きです。このメンテナンスに必要な予算というのが前回の動画で取り上げた修繕積立金ということになりますが、理屈通りにはことは進まないというのが実態です。前回の動画では、修繕積立金が高騰する可能性と滞納する方が増加することについて触れたわけですが、今回はその延長線上に起きる問題についてです。この問題の深刻さは、マンションに住んでいる人たちの同意が得られないというところと、経済的負担ができる人とできない人が存在することになるということです。ところで分譲マンションというのはいつから存在しているのでしょうか。またその背景にはどんなことがあったのでしょうか。日本に初めて分譲マンションができたのは東京都が1953年、昭和28年に提供した宮益坂ビルディングという11階建てのマンションでした。そして日本に初めて民間による分譲マンションができたのは1956年、昭和31年、新宿に建てられた四谷コーポラスというもので5階建てで全28戸の物件でした。今から67年から70年ほど前に建てられたということになります。これを知った時に正直感じたのは、まだそれだけの歴史しかないことに驚きました。そしてこの日本初の分譲マンションは、日本初の建て替え分譲マンションということにもなりました。宮益坂の建て替え工事は2020年7月に竣工。四谷コーポラスの建て替え工事は2019年8月に竣工ということなのですが、竣工に至るまでには紆余曲折があったようです。やはり建て替え工事に反対する住民がいまして、訴訟にまでなったそうですが、結局は反対側が敗訴となりました。このことは判例になっていますので、今後分譲マンションで建て替え工事が必要になった際に反対しても無理ということになります。これは後々重大なことと感じると思います。ちなみに1953年というと、日本で初めて国産のテレビが発売された年ということを聞くと随分昔のことだと思ってしまいます。分譲マンションが本格的に庶民に普及した背景には、1962年、
昭和37年に建物の区分所有等に関する法律というものが制定されたことで、不動産としての価値が確立して一気に普及していくことになります。そして1964年の東京オリンピック開催に伴い景気が上向きになり、雰囲気はイケイケどんどんだったのでしょう。さて今回の核心に入っていきますが、冒頭でも触れたようにマンションというのは間違いなく建て替え時期がやってきます。それは戸建てでも同じですが、マンションの場合は自分だけ建て替えしなくてもいいというわけにはいきません。建て替え時期はどのくらいなのかというのは、物理的に耐久性がなくなったというケースや、大規模補修工事にかかる費用が高すぎて建て替えた方が安いなどのケースが考えられ、築何年でそうなるかは一概には言えないのです。そこで日本における分譲マンションの実態を国土交通省のデータで確認してみます。現在のマンションストック総数は2021年末時点で約685万9000戸になります。そこに令和2年の国勢調査の結果から、1世帯当たり平均人員 2.21 をかけると、約1516万人がマンションに住んでいることとなり、国民の1割以上が生活している計算になります。では、その中で築40年以上のマンションはどのくらいあるかというと、現在115万6000戸あり、10年後には約 2.2 倍の249万1000戸、20年後には約 3.7 倍の425万4000戸となる見込みということです。なぜ築40年というところに線引きがされているかというと、マンションの経済的価値がゼロになるからなのだそうです。ただマンションでも土地の区分所有をしているわけなので、全くの0円ではありません。では、冒頭で取り上げた日本初の分譲マンション、日本初の民間による分譲マンションが寿命を迎えたことで建て替えしたように、他の分譲マンションの建て替えは進んでいるのでしょうか。これも国土交通省からデータが出ておりまして、2022年4月1日時点でたったの270戸のみなのだそうです。ゾッとしませんでしょうか。これらの間違いなく向き合わなくてはならない問題について、マンション購入時に販売会社から説明を受けた人はいるのでしょうか。そして法的に説明義務はないのでしょうか。売る側は決して悪意があって言わないわけではないと思いますが、買う側が自分が背負うリスクとして認識しておかなければならないことではないでしょうか。情報を持つ者と持たない者との差は、現実にリスクが起きた時に悲惨な結果になって現れてきます。こうしたリアル人生ゲームのルールを知っている人というのは、これらの事実を踏まえて投資したり住んでいたりしていると思います。つまり潮時を知っているということです。具体的に言えば、一番メリットがある時に住む、もしくは所有しておいてリスクが高くなってきた時点で売り抜けておく。そのリスクとは何かというのは、このチャンネルでいろいろ危険予知をしてきていますが、そのことです。例えば、通常ではあまりリスクとして考えられてこなかったこれだけの物価高と不景気や修繕積立金の大幅な負担増し、同じマンションに住んでいる人の経済状況の悪化までも自分に降りかかってくるリスクになってくるということになります。最悪なケースとしては、1、管理組合という制度が崩壊。2、空き室が増える。3、修繕積立金が足りなくて下水管漏れなども放置状態になる。4、建て替え時期なのに住人の経済状況の悪化で実施できない。などのマンションという新しい文化の歪みが出てくる可能性があります。勘の良い人なら気がついたかもしれませんが、この状況というのは、まるで過疎が進んだ限界集落に似ているということです。マンションや集合住宅というのは一種のコミュニティであり、水道などのインフラ設備を共有していて、その維持管理に必要な修繕積立金や管理費は、国や自治体に支払う税金のような機能を果たしていますよね。今後建て替えに対して反対という立場を取ったとしても、結局は実施することになると思いますが、そうなった場合、どのくらい金銭的負担になるのでしょうか。物件がある地域やその時の世界情勢によって大きく異なるので、あくまでも目安としてほしいのですが、まずマンションというのは戸建てと大きく違う点として共用部というものがあります。共用部とはエントランス、廊下、エレベーター、コミュニティルーム、場合によってはジムやプールなどがありますが、これらの建築費用も負担しなければなりません。なので自分の所有分の建築費の 1.4 倍は必要と言われています。具体的に数字を弾いてみると、80平米の広さの持ち分の場合、費用負担は 1.4 倍の112平米分になります。坪に直すと約34坪になります。そして建築費用は坪単価120万円とすると4080万円ということになります。これだけでもびっくりしますが、解体費用も負担しなければなりません。
費用は新築費用の 10% くらいと言われていますので、トータル4488万円ということになります。これらがまるっと建て替え時には必要になります。マンションに住む全員が払えるということは 100% 無理でしょう。修繕積立金があるだろうというツッコミがありそうですが、現実はそうではないところにこの問題の恐ろしさがあると思います。修繕積立金も途中の修繕計画の実施で使い切っている可能性があるし、滞納者が増えていく流れになっているので危険です。揉めに揉めて裁判沙汰になっても、現実として払えない、高齢者のためローンも組めないという事態も発生することでしょうし、ない袖は触れないということで建て替え工事計画はどうなるのでしょうか。難しい問題です。ちなみに修繕積立金というのは、通常ですと長期修繕計画というものが作成されており、そこに向けて修繕積立金がプールされていきます。その計画では25年から30年後を見込んだ計画書となっています。そして5年ごとに見直しをするように国土交通省もガイドラインで啓蒙しているわけですが、見直しの結果、修繕積立金が不足すると判明した場合、修繕積立金の増額をしなければならないのですが、反対者が多く、問題の先延ばしになっているというのが実情とのことです。では建て替え工事が必要になった時はどうするかですが、そもそも修繕積立金は滞納者も多くなってきており、ただでさえ計画通り貯蓄できていないところに、日常のメンテナンス、修繕計画によって不足しているところが多く、いずれ訪れる建て替え費用などは全くないというところが多いというのです。そこが今後大問題に発展することは間違いないと言われているところです。なので中古物件を購入する際は、将来間違いなく起きる建て替え費用に対しての備えはしているのかの確認は最低限必要だと思います。先ほど紹介した国土交通省のデータにもあるように、建て替えが進んでいるマンションの比率は、築40年以上経っている物件だけを対象にしてもたったの 0.023% しか実施されていません。なぜ必ず迎えることになる建て替え工事の備えが進まないかというのは、今まで話してきた背景があるのですが、これらの延長線上には何が起きるでしょうか。それは今地方の過疎化によって起きている問題以上に悲惨なことになると思います。地方に起きている問題はいろいろあるのですが、不動産ということで言えば、子どもたちは都市部に出て行ってしまい田舎には戻らないということが多発しているので過疎化が進んでいるわけですが、その際に実家の処分に頭を悩ますことになります。売るに売れないということが起きており、しかし固定資産税などの維持コストだけが毎年発生しています。下手に山などを持っていたら倒木などによって誰かの財産に損害を与えるかもしれないので、その手入れにもお金がかかります。そこで財産放棄をする方法がありますが、2023年4月に改正された民法によって多少状況が変わったものの、手間と費用がかかることは間違いありませんし、確実に管理義務から逃れられるか分かりません。ではマンションで同じようなことが起きたらどうなるのでしょうか。これはかなり厄介な状況になると思われます。マンションの場合は区分所有者ということなので、法律面でも建て替え費用の分担金の請求にしてもすぐに解決できるものではないような気がします。状況によって解決方法はいくつかオプションが出てくると思いますが、最終的に法律の専門家に相談しなければならないということになります。こういったケースが一つのマンションの中で数件起きてくることも、居住者の高齢化とともに可能性は高くなります。そこまで考えてマンション購入をしたのかどうか分かりませんが、知らなかったというのであれば真剣に向き合わなければいけない課題だと思います。危険予知とはそういうことです。いかがだったでしょうか。マンションの維持管理に関して足元では管理費や修繕積立金の高騰にまつわる問題が表面化してきているのですが、長期的な視点で考えるとそれ以上に厄介な問題が起きてきそうですよね。皆さんはどのように感じましたでしょうか。先に述べたように最悪な状況になると、マンション自体が機能的に住めなくなってしまうという状況になることも可能性としてはあるでしょうし、空室に不法占拠するものが出てきたり治安の問題も起きる可能性もあります。対の住処としてのマンションはメリットだけにフォーカスすれば良いことずくめですが、マンションの築年数によっては建て替え時期に重なり思わぬ出費が出ることになるかもしれません。こればかりはその人の寿命やマンションの建て替え時期なども大きく関係してくるので、結局は情報を持っているものとそうでないものの差がはっきりしてくると思います。今後そういったことに気がついて早めに売却する人も増えるかもしれませんし、そういった情報が一般的になると築年数を重ねたマンションを買う人も少なくなるので、売り抜いた人が難を逃れるという現象が出るのかもしれません。そしてそうなるとマンションの価値はますます暴落しますので、追加担保も要求される可能性も出てきますから、
今後の動向をどのように判断するか真剣に考えなければならないでしょう。もうすでに多くの問題は起き始めているはずですから、表面化してくる前に検討してみた方が良いと思われます。やはり最強なのは自分で手入れすることができる戸建てを現金購入するというのが一番賢いのかもしれません。いずれにしてもメリット、デメリットがありますから、自分の人生観と照らし合わせて検討するのが良いでしょう。この動画がご視聴の皆さんの検討材料としてお役に立てればと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。